あ、始まった。うん。いいよ。じゃあ日曜劇場夢見るキメラトーク、こんな状態ですけど、よろしくお願いしまちっす。ちゃ。誰向けなの？しかしなんか質問ありますか？この日本のオーディエンスに馴染みのないその海外作品について海君が主にその日本人以外の作家を選んで、僕が日本人の作家を主に選んだんだけど、その海君がその海外の自分以外の3人の作家を選んだあ、最初だからね。最初なだけじゃん。イントロ。確かに分かった。え、こっから来んだ。こっからだよ。こんにちは。えっと、で、萩原プロジェクトで、夢見るキメラっていうグループ展をやってるんですけど、それについてのちょっとトークというか、収録をしたいと思います。それで、僕はアーティストの田中和人です。で、まあ、アーティストランスペースというか、アーティストランプロジェクトというか、ソーダっていう活動もしてて、今回はソーダとして、キュレーションに関わってると同時に、まあ、個人のアーティストとしても、このグループ展に、作品を出してるっていう感じになってます。それで、今日、今パリからつないでもらってるのが、一田与田っていう、アーティストデュオの中の一人の与田海君です。ちょっと自己紹介的なのお願いします。一太ヨダのデュオをやってる海ヨダです。2015年ぐらいから、デュオ活動を始めて、その前は、大学までは東京育ち、東京生まれで、その後ロンドンに行って大学院で美術勉強して、しばらく住んでからベルリンに3年ぐらい住んで、で、今パリベースで活動してます。まあ、僕と海君は4、5年前にパリで会って、今回の夢見るキメラっていうグループ展やる前に、同じく萩原プロジェクトで、ネバーザセイムオーシャンっていうグループ展を企画して、まあ今回と同じような構造になってるんだけど、海君行ったようだに、ヨーロッパを中心とする作家を、あの、キュレーションしてもらって、僕が国内の作家をキュレーションして、それで、二人で考えたテーマで、3年前にしました。それがネバーザセイムオーシャンっていうもので、それはちょうどコロナ禍でもあったんだよね、あの頃は。3年前だと。そうですね。うそれん。でなんかその共通のその全世界的な動向とかもあったし、まあミューテーションっていうか変異みたいなのをその時はテーマにして、突然変異とかそういういろんなこう予期せぬ要素でこう、細分化しながら進化していく様子をそのアートと重ね合わせて何かこう一つの展覧会として提示できないかっていう感じでやったのが3年前だったと思うんですけど、今思うとこありますか？やっぱなんかこう異質なものが、なんか間に複製された時にこう入り込むことによって、うん。なんかこう進化のこうきっかけになるっていううん。のが結構、なんかコロナ以前は全然考えなかったんだけど、ああ、そうで、コね。ロナ以前はやっぱなんかこう、とにかくただこう、同じことを続けて、それがこう、成長してって大きくなっていけばいいっていううん。考え方が強かったと思うんだけど、なんかそれでそれがもう完成形みたいな考え方だと思ったんだけど、やっぱコロナ起きて、なんかいつもう死ぬかわかんないみたいな状況になった時に、うん。やっぱなんかこう、なんか生命とかに、自然とかに対するこう考え方、テクノロジーもそうだけど、なんかそうん。れがすごい変わった気がして、で、その変わってきてる時に、そのなんか
変異が、なんかどうこう、なんていうのかな、次のその世界観にこううん、関係してくるかみたいなうん、ところが、やっぱ面白かったかなって、今でも結構思いうん、ますね。うん、だからなんか、その展示やったことによって、なんかこう他の人の作品の見方もちょっと変わったし、うん、なんか自分の作品の作り方とかも、うん、もっとなんか自由でいいのかなっていうか、なんかみんなこう、一つの型を作ったら、なんか作家としてこうスタイルを作ったらそれを続けていくのが普通っていうなんかこう習慣がある気がするんだけど、うん、で、なんか例えば言ったようなテクノロジーで最先端だったのに、今はなんか急になんか普通に油絵描いたり、なんかワックスで手で彫刻作ってるけど、どういうことだろうみたいなこと言うん、われたりもするけど、でもなんか別にそれもうありなんじゃないかなっていうか、なんかうん、それでもいいんじゃないかなっていうふうに思えるようになったのも、やっぱりその展示を一緒にカズくんとやって、うん、うん、考え方がちょっと変わったきっかけになった気がしうん。ます。そうか。うん。まあ、今回のテーマは、まあ、題名にあるように、キメラっていう、まあ、同一個体の中に異なった遺伝子的情報を持つ細胞が、まあ、共存して成り立ってる生命体みたいなのを、まあ、基本的にキメラっていうんだけど、それを、まあ、展覧会の中ではその生命体に限らず、まあ、超拡大解釈するみたいな感じでいろんなその時間とか、まあ、物質と精神とか、まあ歴史とか神話とかそういうもののなんかそのキメラ的な融合が可能なんじゃないかっていうことで、まあ作家の選定と展覧会の全体の枠組みを作った感じなんですけど、その今回のコンセプトというか、どうやって捉えてますか？なんか最初はメタモルフォーゼにうん、そう。ついてなんか喋ってたうん、気がして、うん。だからなんかこう変異っていうなんて、日本語だと、なんていうの、変形なの変かな、これ。態だね。変態か。うん、だからなんかもう、なんかこう同じ、こう、遺伝子とかこう要素があるものが、こう見た目とか機能が全くこう変わっていくみたいうん、なことを結構、ね、考えてて、そのエマニュエル・コッチャーとか、うん、なんか結構何人か、ヨーロッパとかフランスのなんか思想家とかが、それ、コロナあたりから言い始めて、うん、で、それを喋ってる時に、なんかもうちょっと新しいこうテーマないかなって考えた時に、うん、なんかキメラもなんか夢を見るのかみたいなうん、ことうん。をなんか話し始めて、そうだね。なんだっけな、なんかメタモルフォーゼのテキストの中にキメラっていう言葉が確かあったんだよね。それマうん、ネール・コッチャー出てきた、出てきた。の本かなんかに。うん、そうそうそう。それでそっちの方がうん、もっと面白いんじゃないかって言い始めて、で、そういうなんかこう、異質なものがこう一つの生命体にこう重なり合ったっていうかこう、接合されてできたものでも、なんかこう夢を見るのかっていうなんか話を始めて、なんかそこら辺からなんかこう、なんか意識ってどこから来てて、こうどうん、こに向かってるんだろうとか、なんかそういうものをこう混ぜ合わせたり、こう共有したりできるのかなとか、なんかそううん、いうことを結構話し始めた気がして、で、なんかうん、キメラっていうと、なんかこう違う動物が一つの、違う生命体が一つの生命体作ってるっていう、なんかこう、ベーシックなこうコンセプトがあると思うけど、うん、なんか今回の展示だと、例えばもっと、例えば同じ人間がこう夢を共有するとか、なんかもっとうん、そういう幅広い解そう、釈うん、も含めてやったから、なんかそういう意味ですごく、なんか解釈が広がって、うん、なんかもっとオープンなテーマになった気がして、それそうね。がすごい良かった。かなり開うん、かれた感じにはなったかなと思ってるんですけど。うん、それでまあ、今回は8人のアーティストが参加してて、まあ、前うん、回のように日本人作家僕含めて4で、海外の作家4っていうことで、になってますけど、うん、で、海外の作家は海君中心に、選定してもらったのを2人でこう絞っていった感じなんですけど、うん、まあ日本で結構馴染みのないというか、初めて見せる作家ばかりだったので、その辺のうん、個々に簡単な説明をしていきながら、また
その内容の方にも触れていければな。ジェニビーブ・ゴフマン。ジェネビーブ、なんか今回の作品に特化して言うと、なんか鉄道の工事をなんかしてるおじさんがいて、うん。で、工事してたら急にこう見えない、なんか透明な壁がなんかできちゃって、で、その線路の工事してる向こう側見えるんだけど、でも自分たちはこう入っていけないっていう、うん。なんかそういうシーンをなんか作ってて、うん。で、プリントされてるイメージ、なんか電車のイメージなんだけど、なんかそれは目ではなんかその人たちの目には見えないんだけど、なんか音だけ聞こえてるみたいうな。ん。音だけその電車が来る音が聞こえてくるっていうことを言ってて、うん。で、彼女はなんかそのテクノロマンティシズムっていう、うん。なんかムーブメント、最近結構注目してる、これ勝手に注目してるムーブメントの、なんか台頭してる一人だと思うんだけど、ニューヨークベースでうん。30歳ぐらいの女性作家なんだけど、なんかこう、簡単にテクノロマンティシズムが何かっていうと、なんかそのポストインターネットアートの、なんかちょっとこう、ディストピアンな世界観で、うん。もう、なんかシニカルなこう世界観、シニカルに、そのなんかデジタル化された世界が、なんかどうやってこう終わりを迎えるかみたいな、っうん。ていう、なんかスタンスが結構強かったと思うのと、あとマテリアルとかも結構そのデジタル、なんかビデオとか、なんかうん。そのビデオを映すなんかモニターをなんかこう改造したりとか、うん。開けたりとかして、なんかそういう、なんか構造を見せるっていうところが結構強かった気がするんだけど、うん。なんかその新しいその世代、Z 世代の、なんかその女性作家の、なんかそのムーブメントはもうちょっとポジティブになんか世界を捉えてて、自分たちがこう世界を変えるこう一つのなんか要素っていう、なんか認識がもっと強くて、うん。で、なんかその草の根運動じゃないけど、もうちょっと、なんていうのかな、自分たちの手元からこう世界を見直していこうっていう、なんか姿勢があって、なんかそれがうん。すごい面白いなって思ってるんだけど、で、例えば自分でその 3D プリンターを買って、で、プログラミングとか、3D の造形とかも全部自分のコンピューターでやって、で、うん。誰もなんか他に外部の手伝いとか、その、作ってもらうとか、なんかそういう、なんか助けが、なんか必要ないっていう、なんかスタンスがあって、で、すごくなんかよくできてるわけでもないんだけど、うん。なんかある意味、ちょっとこう、子供のおもちゃみたいな、なんかところもありつつ、うん。なんかすごい、なんか鉄の、鋳造されたやつとかも混ぜて、なんか違うマテリアルとか、プロセス混ぜて、うん。で、それを作品を作ってるっていうところが面白いなってうん。思ってる。うん。カイ君見てて、その周りのその世代の作家に共通する、まあ、ムーブメントまではいかないけど、あるのかな。ちょっと違う、一個前の世代とかっていうと、もっとその、ポストインターネットとか、そういうもうちょっとディストピア的な考えがあったけど、ジェニー・ビーブに限らずそういう流れみたいなのを感じたりするの。結構ね、感じるかも。なんかその、エカルとか、学校で教えてて、多分、その年とか22歳から28歳ぐらいの生うん。徒とか教えてても、なんか、僕とか、例えばその今、グループ展出してるイサクとか、多分30、35か、そんぐらいだと思うんだけど、そのぐらいの世代となんかすごく違うああ、形でのうん。なんか自己主張みたいなのがあって、なんかうん。やっぱりこう共有するっていう前提の中での自己主張っていう風になんか変わってきたような気がして、だからイサクの作品とか見ると、うん。彼も 3D プリントとか使ってるし、で、もっとテクニックだけ見たら、ジェネビーブよりも複雑で、もうちょっとマチュアな風になんか作品もできてるけど、でもなんかその世界観だけ見ると、やっぱりもうちょっと、なんていうのかな、大敗的じゃないけど、なんうん。か、なんていうのかな、なんかちょっと、なんか共有する世界でこう、育ったからなのかわかんないけど、
うんなんか、周りのことを考えながら自分のことも考えていくっていう、なんかスうんタンスが、やっぱり僕とかイザックとかあんまりない気がして、で、それはやっぱりジェネビーブのそれがすごい強いから、なんかこう共感の世代って誰か言ってた気がするけど、エコロジーとかもなんか一緒になってきて、で、でそのぐらいの年の人たちでなんかパリでパン屋やってる友達とかいて、うんで、なんかそのパン屋の働き方とかも、うんその前だったら、朝4時から夜までもうとにかく働いて、たくさうんなんかいんい美味しいパンを作るって極めていくみたいな。っていうのが普通の考え方だと思うんだけど、で、うん彼の考え方はなんかもっと例えば休みを増やすとか、うんなんか昼休みを長くするとか、なんか自分の時間をどんどん増やしていって、で、そのなるほど。中でどうやってパン屋をやれるかっていうのをなんかすごい考えてて、だからただなんか、なんていうのかな、怠惰だから休みを増やすわけじゃなくて、そのみんなのそのムードとか、なんか気持ちとか、なんか生活してる時のこの幸福感とかを、すごいなんか重要視してるっていうんう、なんかスタンスの中で、どうやってその仕事をやっていくかっていう考え方にこう、なんかシフトしてきてるうん気がして、それがすごいね、なんか僕から見るとすごい最初はなんかレイジーだなと思ったんだけうど、んなんかやる気ないし、なんかちゃんと、なんか最後までやらないなっていう風に見てたんだけど、でも意外となんかもっと一緒に時間過ごしたり、実際一緒になんか作品作る手伝いとかして、なんか共同作業してみると、なんかね、それだけじゃないなっていうなんか感じがして、うんなんかそういう、実はなんかもうそういう世界がやってきてることに俺がただ気づいてないだけだったなっていううんことをね、結構感じ始めて、なるほどね。うん、あとはそのテクノロジーっていうか、そのデジタル技術に対するなんか接しうん。方っていうか、考え方っていうのもその世代特有のものがあるんかな。なんかまあそのテクノロマンティズムっていうのにもテクノうん。っていう言葉とロマン主義っていう言葉がこう入ってるから、そのテクノロジーの使い方っていうか、それに対する考うん。え方っていうのもなんかちょっと新しいあり方、使い方をしてるのかなんか、なとは思うんですけね、だって僕らの世代だとやっぱりテクノロジーを途中で入ってきたものだから、最初ど。生まれたそうね。時はうん。なかったというか、だから、なんかこう新しく入り込んできて、ある意味なんか邪道じゃないけど、なんかちょっと異質なものとしてこう捉えて、確かに。ちょっと半信半疑みたいなところが結構うん。あると思うんだけど、なんか彼らのその世代は、なんかそれが、まあ生まれた時からそれが存在してたから、うん。もっとなんかこう、自分の一部じゃないけど、友達かペットみたいな、なんうかそういう感ん。覚で、なんかうん。デジタルなものを扱ってる気がして、例えばそのパソコンの、うん。なんか装飾の仕方とかも、うん。なんか自分の服みたいにこう飾り付けたりとかしうん。て、なんうん。かこう機械っていうよりは、なんか本当自分のなるほど。生活の面白いね。一部、うん。だから自分の身体の、まあ、なんか思考の延長っていうところにある気がして、だからもっとこうフレンドリーな接し方だし、うん。あとはなんかその、結構ね。リアルタイムでその TikTok とかに、上げる人が結構よく見かけて、うん。だからなんかこう自分がその時リアルライフでやってることと、それをデジタルで共有することの時間のこう、幅がもっと狭いの。うん。後でインスタとか TikTok に乗っかった時にどう見られるかっていうことも、なんかなるほど。考慮して、うん。で、考慮した上でソーシャライズしてる。ただ単に、その共感の世代なだけじゃなくて、うん。なんかそのデジタル世界での自分のイメージもこう考慮しながら、こうリアルうん。空生身の自間で、分とこう、パラレルに存在しながら、そ二人で生きてそうる。そうそう、そう、二人で生きてるみたいな感じうん。が結構ノーマルっていうか、こう普通にみんなそういう世界観で、生きてるみたいなこと言ってきて、それなんかね、全然考えたことなかったから、うなんか斬ん。新だなと思う。リサクは、まあ、この作品に特化すると、なんてネット上で、男の人が、なんか見るサイトをやってる、なんか若い、なんか女性たちがいて、で、それなんか、このなんか服を普通に着てるのか、すごいなんか、
なんかはだけた服を着てるのか、裸なのかとか、そういうのはわかんないんだけど、なんかうんそういうのやってる人たちがいて、うんで、その人たちが、その見てる、その男の人たちをなんか侮辱する、なんかお前、この豚野郎みたいなことを言って、うんで、それを見て、なんかその興奮する、うんなんか男のお客さんのがいて、で、なんか結構、その金融で働いてすごい金持ってる人とか、なんか結構、その高所得、なんか社会的にも結構、まあ高いところにいる人たちが、だから普段はその自分がこう権力側にいて、それにこう疲れてるたり、飽きたりして、で、だからその、なんていうのかな、別に特に力を持ってない、なんか若い女性に逆になんか、こう、こき使われるっていう、なんか蔑まされて、で、それでなんかこう、快楽にこう浸ってバランスをとってるっていうようなことを言ってて、で、うんそれをなんかさらにこう突き詰めていくと、そこになんかお金をとにかくこうつぎ込んで、で、その豚野郎とか言われて、さらにそこにこう、例えば1000ユーロとか1万ユーロとかこう、払っていくことにもっとこう、なんか、ハマっていく、うんなんか幸福感をなんか覚えるっていう、なんかその新しい、うんそういう思考があって、うんで、それにお金をそのつぎ込みすぎて、で、もともと高所得者なのに、破産して、で、家がなんか大変なことになっても、うん燃えちゃったみたいな。うんまあ、そのなんかある意味こう、まあ、ジョークでもあるし、うんまあ、そういうシニカルでもあるんだけど、まあ、結構その人間のその動物的な、なんか本能じゃないけど、うんなんか普段はその見せてはいけないもの、なんかその社会的にはこう禁止されてる、そのタブーみたいなアニマ的なものを、そのみんなどうやってその引き出して、あの、なんかその存在するために、それをこう、味わってるというか、こうんう、楽しんでるのかっていう、うんそういう作品ということです。確かにでもさっきの話からすると皮肉的っていうかディストピア感はめちゃくちゃある。まあ男だし、うんまあ30多分5ぐらいだから、うんまあ、Z 世代ではないし、だから、やっぱりイサクあたりの作品見てると、まあ自分がその後やった時のうん環境とすごい似てて、うんやっぱりなんか自己主張がすごく強い、みんな。で、だから僕らとかイサクこれからどういうこう世界観にこう変わっていくのかなっていうのは結構気になります。うんで、彼のね、作品もね、すごい変わってきてて、前はもっと、なんか、なんて日本で言うとなんか見栄を切るっていうのかうんな。なんかこう、歌舞伎みたいにさ、なんかこう、うんパーってこう、華やかなものを見せる。なんかスタイルをこう見せるみたいうんな。なんかそういう感じの作品が多かったような気がするんだけど、最近はもうちょっとそれがなんかこう洗練されてきて、なんかこう、なんていうのかな、研ぎ澄まされてきて、もっとこう、心理的にこうディープなこうレイヤーに、その高橋龍太郎コレクションじゃないけど、うんなんかそういうちょっとこう、心理学者とかが見て好きそうななんかこう、レイヤー、普段なんか人と接するときにあんまりこう考えないような、あんまりこう話さないようなところにこう、入っていくような作品を作ってきてる気がして、その動物とね、その人間混ぜたりとかも結構多くなってるし、今の作品もなんか豚と人間混ぜてるし、他に今作ってるやつ、犬と人間とか、前はなんか鹿と人間か鹿だけだとか、なんか鹿がなんか電話してるみたいな、なんかそういうなんか作品も作ってたから、なんか彼はなんかそうディストピアンなとこもあるけど、うんなんかその、なんていうか、人間と動物のこうバランスの考え直しとか、その、ある意味そのエコロジーのこととかも多分考えて作ってるから、なんかそういう意味ではすごくこう、珍しいこうバランスを持ったなんか作家だなっていううん気がします。今ちょうどこの二人が最初出たから、まあ比べるのがいいのかどうかわかんないけど、まあ世代で違うっていうところもあったけど、なんか二人ともその、なんだろう、作品のはものとして作ってるけど、その背景になんかそう、なんていうか物語っていうかさ、ストーリーがあるじゃない。それがなんかファンタジーっていうか、まあ、もうちょっと、まあファンタジー、うん。サークの方はもうちょっと現実に近いのかもしれないけど、まあドキュメンタリー的なんじゃなくて、なんかこう、共同の作り話みたいな。
うーん。あるんだけど、なんかその辺の物語がベースになってるっていう作品の作り方が今回多いなと思って、そこはちょっとなんか、確かに。それはあんまり考えなかったけど、でもなんかこう、ファンタジーと、なんかリアルなこうストーリーを混ぜていく、そうそうそこう、スタイル、う。うん。なんか結構、最初はなんかちょっと、なんていうのかな、なんか嘘っぽいっていうか、なんかこう、現実をこう、変形させすぎて、うん。なんかある意味こう、詐欺じゃないけど、うん。なんか無責任、ある意味無責任なのかなって最初は思ってたんだけど、うん。なんかそのポストトゥルース、なんかそのトランプみたいなそういう、なんていうのかな、フェイクニュースとかを使っうん。て、買って、そこからなんか現実的なこう影響力を持ち始めるみたいな、なんかそういうのにこう、ちょっと加担してるような感じで嫌だなって思ってたんだけど、うん。でもなんか逆に、そのファンタジーとリアルを混ぜることによって、うん。なんか真面目にただリアルなことを言うよりも、なんかもっと、なんか真相的なレベルで、うーん、なんかその話をなんか展開できるんだなっていうことを思い始めて。あとはイサクのまあ今回の作品に限って言うと、まあその制作の過程自体にそのなんていうかデジタル技術とかっていうのは介入してんの？なんか、イサクうん。イサクはね、だからその形のベース、形の中に、そのスカルプチャーのその造形自体は結構半分以上は多分 3D プリントのそうそう。形うん。でできてて、で、それをなんかレジンで多分コーティングして、で、そのうん。後スプレー塗料で、なるほレイヤーで塗って、で、また多分レジンかなんかでコーティングしてるど。うん。のと、なんか動物のね、なんか本当の動物の皮そうだね。がこうん。う、水で一回柔らかくして、で、形整えたりとか、あと木とか、あとは鉄の鋳造も混ざってるけど、多分元の形は結構 3D で作ってる。うん。なんかジうん。ェニビーブはさ、そのさ、もうん。ちろん 3D プリンター使っまあ、両方と 3D プリンター使ってるけどさ、片やジェニビーブ、その うん。3D プリンターでできたそのものをさ、もう作品にうん。してるけど、そのイサークのはその、うん。まあ、元はその 3D プリンター使ってる、3D 技術を使うん。ってるかもしれないけど、なんかその最終的なアウうん。トプットはもうちょっとね、従来のというか、ちょっとアートの歴史の中の彫刻性みたいなのに接続するように、わうざとん。した素材とか、マテリアルをうん。選んでる気が、その辺もなんかちょっと、デジタル技術は両方とも使ってるけども、それをそのまんまでいいといううん。世代と、やっぱりそのうん。歴史にちょっと接続した形で、こう、うん。彫刻を問うみたいな感じの要素うも入ん。れつつ、作品に完成度を上げていくっていうやり方となんかちょっと違うなと。それはね、僕も結構ね、気になってて、前、なんか、Z 世代のアーティストと一回、なんかワークショップで、こう、共同作業をやるみたいな、なんか企画があって、で、その子と、なんか、作業してるときに一番、なんかこう、揉めたっていうか、こう、なんか論点になったのが、その 3D プリントの、プラスチックの 3D プリント、安いプラスチックの 3D プリントをそのまま作品として見せるのがありなのかっていううん、確かので、で、僕はやっぱりなんか、ちょっとイサクに近いところがあって、に。うんその元が 3D プリンターのいいけど、なんかそれがやっぱ見えないように、なんか工夫してもっとこう、複雑化させたり、もうちょっとそれにプロセス加えて、変、変、変質してたりとかうん。して、だからその 3D プリントから来てるってことが、うん。すぐにわかんないようにそうね。した方が、うん。まあ、彫刻作品としては成り立つんじゃないかっていうことを結構強めに説得しようとしたんだけど、まあ、イサークで、向の作品こうは、はまさにその路線うん、そう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 。で。で、向こうはなんか、いやでも私はなんかその 3D プリントそのまま見せる安いやつがいいんだみたいなことをうん。うん。言ってきたから、うん。なんか難しいな、どうしようって思ってたんだけど、その時に、やっぱりなんつうのかな、僕らの世代はさ、なんか高級な、ね、オブジェクトをこう見て、なんか高級なオブジェクトがいいもの、なんか進化系だと、こう、
信じてこう育った気がするから、なんかそうじゃないものを結構受け入れるの難しいんだと思ってたんだけど、その時にそのジェネビーブの作品にあったんだよね。なんかニューヨークで僕がうん。2年前に見せたギャラリーで、たまたまジェネビーブその時グループ展出してて、うん。で、その友達がやってるギャラリーだからインスタで見てたら、なんかプラスチックのなんか 3D プリント出してるやつがいるなと思って、なんかすごいタイミングだなと思ったんだけど。で、それ見たら、なんか、どういう、こう、どういう趣旨で見せてるんだろうってこう気になったからいろいろ読んでみたら、そのテクノロマンティシズムっていうこう動き、なんかフェミニストの新しいなんか動きがあって、で、それが Z 世代で、そう自分たちでできるなんか安めのなんか政策をそのまま見せるんだけど、でもそれはなんかその、いわゆるなんか、なんか高級なオブジェクトとして見せるんじゃなくて、そのファンタジーの世界を語るために見せるオブジェクト。だからある意味こう、終わった完成形のこう物質ではなくて、うん。そういうなんかお話をこう、伝えるための、まあ、英語だとビークルってよく言うんだけど、日本語だとなんて言えばいいのか。乗り物ある意味そういうものだっていうことを言ってて、で、僕なんかそれだったら、まあ、ギリギリありかなと思い直して、で、ジェレビームの場合はね、なんかその、なんていうのかな、その鉄の鋳造とか混ぜたりとかもしてるし、うん。あとはその、よく彫刻台に使ってるものはなんか、アンティークの、うん。なんかすでに存在してるものをなんかオンラインで見つけてきて使ったりとかしてて、うん。で、3D プリントになんかシリコンなんかかけて、なんか川みたいなの池みたいなの作ったりとかしてたから、まあ、このぐらいなバランスだったらいいのかなと思い直して、で、それでね、ちょっと考え方をね、改めたっていううん。ところがある。その 3D プリントの安いっぽく見えるものが、うん。本当になんか作品として成立するのかっていうのは僕とかが言ってるだけじゃなくて、結構みんな、そのやっぱりもうちょっとお年寄りじゃないけど、もうちょっと高齢のうん。人たち、中年以上の人たちはみんなそれ言ってて、うん。で、なんかそれにこう対抗するわけじゃないんだけど、そのアレックスっていうそのギャラリストも、なんかそれでも作品として成り立つんだっていうことを、なんか応援したいっていうか、なんかそういう世界をなんかこう見てみたいみたいな気持ちがあるらしくて、なんか僕と結構ね、なんかそう、なんか考え方似てるなと思ってびっくりした、ちょっとびっくりしたんだけど、だからなんかそういうね、なんかステートメントをね、やりたいっていう話をして、なるほニカはね、ど。難しい。まあ、ジョージア、まあ、元グルジアだから、うん。もともと旧ソ連のうん。国で、まあ、そこの作家なんだけど、今ね、パリで結構、そのジョージアから来てる作家よく見るなと思って、まあ結構ね、ペインターが多くて、具象のペインターなの、ほぼみんな具象のペインティングやってて、5人ぐらい結構活躍うん。してる人たちがいて、で、パリのギャラリーだと、確かね、ハイアートか、クレベクールかなクレベクールかパーラメントあたりでうん。見てて、パリインターナショナルとかでやったりね、してて、なんか面白いなと思って見てたんだけど、で、ニカもね、そのうちの、なんか一人で別にパリベースではないんだけど、よくパリに来てて、で、主になんかそのフランスの美術館とかで見せてて、で、ギャラリーだとアートビートっていうギャラリーに入ってるのかな。で、この間パリインターナショナルで、この間ニカと喋ってたら、その、もう政治情勢がもう不安定すぎて、うん。なんかこう、それが結構主な理由で、そのアーティストが海外にこう、流出してるっていう。だからそういう、なんかね、国の、なんか状況で、うん。そのサッカーの、なんか作り方とかもこう、変わっていくし、その制作の場所もこう、変わっていくような、なんか状態を今生きてて、で、彼はなんか今国外に出るのがすごい難しいから、うん。ジョージアにずっと住んでて、パリにたまに来るんだけど、うん。なんかずっと、何が面白いかって思ったのは、なんか一緒に、なんかイボンラ、ランバー、コレクションランバート、もともとイボンラートギャラリーうん。が今やってる美術館があって、コレクションナンバーっていうのがアビニヨンにあって、ナウフトにあるんだけど、なんかそこでグループ展で一緒になってニカと。その時初めて会ったんだけど、なんか、すごい、なんか巨大な、なんか廊下に、すごいなんか、もみの木みたいなのを大量になんか埋め込もうとしてるやつがいるなと思って、なんかすごい匂いも強いから、なんだろうと思って見に行ったら、なんかすごいこう、
なんていうのかな、真面目そうな、なんか、ジョージア人が、なんか、すごい勢いでインスタしてるとか思って結構びっくりしたんだけど。で、なんか、もみの木の廊下の結構激しめの、なんか、インスタレーションの中に、うん。すごい小さい、なんか、緻密な、なんか、ペインティングが埋め込まれてて、で、それをなんか、一瞬で見えないんだけど、うん。なんか、その匂いにつられて、廊下に入っていくと、その中にこう、よく見るとペインティングが埋め込まれてるっていうのを見て、なんかこう、激渋だなと思って。なんかこんな武将のペインターで、うん。いっつも小さいやつだけ作ってるのに、なんか、匂いを感じさせるようなインスタレーションを作ってる人初めて見たなと思って、それで他にどんな作品やってるんだろうって思って、ちょっと調べたら、ロンドンの結構老舗の、モダンアート、スチュアートシェルモダンアートで、去年ぐらいかな、なんか個展やってて、でそのインストールとかも、なんか錆びたなんか鉄のなんか三角形の、なんか、なんかそういう、なんか型みたいなのがあって、それをなんかこう連続で壁に埋め込んでて、で、その中にその絵がはまってるみたいな、なんかそういうインストールで、それ何なのって言ったら、鉄のなんか錆びたのが、なんか血の匂いみたいなのがするんだとか言って。香水作ってるわけじゃないんだけど、まあ、自然に匂いがするものをなんか取り入れることによって、うん。見た目だけじゃなくて、その五感で体験するようなものを作ってる。で、なんかペインティングがとにかくね、強いからうん。小さいんだけど、なんか彫刻的にもあるんで、なんかすごいスクラッチとか入ってて、そうね。写真で見ると、なんか、そんなにね、すぐよくわかんないんだけど、実物見るとね、やっぱり結構オーラがね、すごいなっうん。ていう感じ。うん。今回のも木に描いてるんだよ確かうん。うん。で、いつも、普段はすごい顔がなんかよく見えるやつで、ちょっとキャッチーなの多いんだけど、今回なんか何も見えないやつ、なんか、こいつわざとやってんのか、なんかメッセージなのかな、みたいな。そう最初見たすごい、ときはなんか、すごいペイント。えー、そうそうそう、最初なんか、これどうやって出すのみたいな感じだったんだけど、でもなんか3日前ぐらいに、僕は東京に行く3日前ぐらいに送ってきたから、3日ぐらいなんか自分家の壁にかけちゃおうと思って、日とかにこう、楽しんでたんだけど、やっぱね、2日ぐらいね見てると、だんだんなんかこ確かにう、ね。黒いね、メールの裏になんかこう、人の、なんか確かに。顔みたいなのがあるような、ないような感じがなんかしてきて、俺も、まあ、結構俺欲しいなと思ったかな。その3日ぐらい置いてたら。だからまあ、これもすごいいい作品だな。見に来る人は2日間ぐらいあるとじっと見ないと。見ないといけない。そうそう、もうこっちが試されてるんだよ。先っちょに。毎日通わないといけない。そうそう、毎日来てください。最低4回は来てください。そうだね。でもそのなんうん。かさっき言った香りとか、まあ、五感に訴えるみたいなところが言ったようだとちょっと共通するところがある。そうそうそう、僕らもその五感で感じるようなインスタレーションやりたいなと思って、で、香水とか最近1、2年作ってるんだけど、その時にね、その2回と会ったから、これもなんか出会いなのかな。なんか言ったようだ今回出してる作品は、ギャラリーで見せてる作品は3点かな？ 3 点ある。うんうん。なんか1個具体的にこの作品はっていう。例えばなんか、ペインティングに書いてあるのはなんか、人によってはなんかこう花火だとか、うん。なんか炎だとか爆発だとか言ってるし、なんかそういうふうに、そういう見方もあるけど、なんか元々は、なんかインドネシアのバリにあるフランジパニーっていう木がベースになってて、なんかそれを見たなんか体験がベースになってて、うん。で、なんかフランジパニーは、なんかそこに寄生する、なんか木をそのインドネシア人が、なんかまあ見た目のために最初つけてたんだけど、なんか実はそれがなんか共依存する関係にあるっていうことをその後知って、うん。なんかその水となんか光をその木に届ける、栄養を木に届けるのに、その寄生するなんかやつがくっついてると、まあより効率がいいみたいなこと言ってて、なんかそういうね、なんていうのかな、それなんか知らずに書いてたんだけど、なんかそういう関係性をなんか持ってることを後から知らされて、なんかそれをなんかこう、感じ取っ
て興味を持ったのかなっていうのがあって、で、それ僕、なんかインドネシアに行った時にずっと絵描いてたんだけど、バジルはたまたま彫刻作ってる時に選んだ木が同じフランジパニだったんだけど、で、でもなんかフランジパニ選んだ時、木を、彫刻のために選んだ時は、もうすでに切ってあった木だったから、もう、はっきり言ってどの木だか全然わかんないんだけど、その後でその植木屋さんに聞いたらそれフランジパニだよって教えてもらって、で、だから僕もバジルも全く同じ木をこう無意識にこう選んだっていうのがすごいなと思って、結構びっくりしてて。で、実はそのフランジパニは、その香水とか匂い、エッセンシャルオイル、精油作るのにもなんか使われててっていうのがあって、だから、そう見た目だけじゃなくて、その匂いとかもなんか使われてて、で、なんかそういう、なんかことに結構、興味を持ってたんだけど、例えばそのぶら下がってるなんかワックスのなんかスカルプチャーあるんだけど、それはなんかガラス、なんか人と動物が合体してるなんかキメラの形が2つあって、それがこう重なってる部分になんか小さいガラスが入ってて、で、そこに香水があって、見てる人はそこに指を入れて、その香水の匂いを嗅げるっていうなんか作品なんだけど、その監修がある意味作品の一部になるっていうのを結構考えてて、こう儀式じゃないけど、なんかこうリチュアル、新しいこう儀式みたいなことを結構今取り入れようとしてる作品だから、まあ見に来た人がこうただ何かをこう見るんじゃなくて、なんかこう体験、まあもちろんそのスペースも体験するんだけど、そのなんか行為をこう体験するっていうのが、なんか今結構一押しのなんか作品の部分で、そのもう一個置いてあるぬいぐるみの作品も、まあセラピースカルプチャーとか呼んでるんだけど、まあある意味なんかジョークみたいな、なんか、なんていうのか、幼稚で、なんか子供っぽくて、なんか冗談みたいにも見えるんだけど、なんかその、見に来てる人たちがそれを手に取って、そのスペースをこう、歩き回るときに体験できるっていう作品で、で、今度はそのマクリオンで、ソロインスタレーションするときに、そのぬいぐるみのスカルプチャーを、なんかできれば10体ぐらいこう大きなストラクチャーからかかってるのを置いて、で見に来た人はこうみんな自由にこう抱きかかえて見れるみたいな作品やりたいなと思ってて、で、それはなんかただ触るだけじゃなくて、それをこう、ストラクチャーから取って手に持って、触って、匂いもついてて回って、で、それを他の人がまあ見たりするわけだから、ある意味そのパフォーマンス的な要素もあるし、で、そのパフォーマンスに、その観客がこう、取り込まれてるっていうか、その監修自体がこう作品のなんか要素の一つになっていくっていうのを結構考えてる。また来年も日本に来てください。もうね、結構来年からもう毎年行こうかな。まあ今年か。